Hi, how are you doing? あきこです。お久しぶりです。今日は、久しぶりに動画撮ってみたんですけど、お話ししたいことがね、あったので、お伝えします。今日、すごくね、いい気づきがあったんですね。で、どんな気づきかっていうことなんですけど、子供のことですね。私もね、子供が3人いますので、その子供たちが、のことをちょっとね、今日講座の中で話してて、自分がどんな感じで子供に対して接してるかっていう話をしてたら、結構衝撃だったみたいなので、それをね、お伝えしたいなと思ってます。で、まず、子供のことなんですけど、私たち世代とかね、そうですね。もう、年を取れば取るほどっていうんでしょうかね。どんどん、今のこう、スピリチュアル的に言うと、すごい波動が重くなってる人が多いっていうのかな。だから結構年取ってる人の中に、波動重い人すごい多いってことですね。逆に言ったら、最近生まれてる子たちっていうのはすごい軽いんですね。で、この波動がもともと、赤ちゃんだから軽いとかではなくて、もう魂的にすごい軽いんですよ。だから、今の生まれてる子供たちとか、私の子供たち、今何歳だ ?8 歳、7歳、2歳なんですけど、その子たち、生まれてる子たちっていうのは、もうね、すごい、やっぱりね、精神性がもうめっちゃ高いんですね。だからもう、私は1000人って思ってるんですけど、あの、私のために、私たちのためにね、旦那さんもそうですけど、そういう人たちのために、いろいろなことを、この、ビデオコルチね。ビデオコール。そう。Kau paten tu bin? 言っておけ。大丈夫大丈夫。そうなんですよ。だから、そう。あの子もそうですね。あんな感じで、今何歳だ ?14 歳とか、すごい優しいんですよ。めちゃ優しいみたいな。だから、もう、なんていうのかな。年齢が上がれば、下がれば下がるほどっていうのかな。下がれば下がるほど、やっぱすごいね、魂を持ってきてるっていうか、すごい魂の子たちが生まれてきてますので、よくこう、なんだろう、なんだっけ、知的障害とかね、多動とかね、ADH なんとかとか、アスペルガーとか、今、いろいろありますけど、そういう子たちはもうね、100% 宇宙人ですね。もうね、だから今までの、もう地球変えるために来てるっていう、もう使命持ってるから、全然違うんですよ。全然違います。今までの、地球の中にない子たちだから、もう、前例がないっていうところでも、ああいう感じで全部、名前がね、発達障害みたいな感じで付けられちゃってますけど、もう全部発達障害にもいろんな種類あるでしょ、多分。私もちょっとそんな知らないけど、あると思うんですね。なんでかって言ったらもう枠にはまんないんですよね。そういう子たちもっともっと生まれてきますから、で、そういう子たちの親になってる人たちっていうのはもう100% 学びがあります。その子たちからやっぱ覚醒するんですね。この子たちから学ぶことがあるっていうのかな。私、発達障害とかね、そういう子たちだけに限らなくて、最近生まれてる子たちは、だから本当に精神性がとっても高いので、私もすごい学びますしね。子供から学ぶことがあるのはもう当たり前なんですね。だけど、特に、親の目覚めのために子供が生まれてきてるんですよ。親が覚醒するために全然違う子っていうのかな。あとはやっぱりちゃんと受け入れてくれるような親っていうのかな。なんでこの子はこういう子なんだろう。でもなんかその子の個性を伸ばしてあげたいな、みたいな、すごいいい親に生まれてきてて、で、その子と共に、素直に成長してる親とかね。あとはすごくこう、抵抗があったりすると思うんですけど、やっぱ全然違うしね。なんでこういう子が生まれてきたのかなって思うかもしれないんですけど、
それは本当にその人の、その子が生まれてきたことによっての、学びっていうのがあるんですよね。そう。だからすごいね、やっぱね、一概に、なんていうのかな、親だからとかね、大人だからっていうことではなくて、魂的に見たら、लखी मोबाइल यूज ना あ、イエスです。うん、 मुझे कॉल करी भाई बात होगा あ、よくそうなんですよ。そんな感じで、だからすごいね、感動しますね。だから子供のことで悩んでるときは、もうね、子供のね、はすごい大きい魂で、もう力すごいんですね。委ねちゃった方がいいです。その子に任せるっていうのかな。うん。ケアするとこはケアしますけれども、あとはね、もう子供の個性に委ねて、その子がどうやったら伸びるかとかね、その子がどうやったら、こう、なんて言うんだろう、伸び伸びしてられるかっていうことを考えてあげて、そういう環境をなるべく作ってあげるっていうのがいいんじゃないですかね。うん、私もね、一番上の8歳の女の子は、マイペース。勉強大好き、みたいなね。好きだったらやんなって言ってるんですけど、別に嫌いだったらやんなくていいよって言ってます。2番目の男の子はやんちゃなんですね、めちゃくちゃ。もうわがままだし、自分のアイスクリーム食べたいって言ったら必ずアイスクリーム食べたいを100回ぐらい言って夢を叶えるみたいな、そういう子なんですけど、だから2番目の子は学校行った時に、机にみんな座るじゃないですか。だけど、2番目の子は大の字になってこう、寝てるらしいんですよね、床に。床に寝てって、それで上のお姉ちゃんが、もう2番目のね、スーリアって言うんですけど、スーリアがもう床に寝てて超恥ずかしいみたいな感じで言ってるんですけど、言ってるだけいいじゃんみたいな。言ってて、そう、寝たかったら寝ればいいんじゃん。先生なんて言ってんのみたいな。なんか笑ってるみたいな感じなんですね。で、それで済んでるんだったらいいんじゃないのみたいな感じですね。そう。本人は、そうだな。なんで寝てんのって言ったら、眠いんだもん、みたいな。じゃあ寝ればみたいな感じですね。だからそこで何とかしようとかね、なんでこの学校なんだろうとかは全然思わないですね。インドだからっていうのもあるのかな。でももうなんか、だっていい大学とかね、全部学校出ていい大学出てっていう、もう時代は違いますからね。だって今小学生の社長とかいるじゃないですか。こういうネットを使って、ね、いろんなこと仕事してる子も、私もそうだし、自由業ですから、自由に仕事できるわけだから、別に学校で何学ぶのっていうか、なんだろう、ね、こう、数字書いたりとかね、いろいろやったりするのはいいと思いますけど、ラクシミちゃん帰ってきた。おかえり。ママリデーがこれくれたんだけど、チップス？食べていい？おやすみね。おやすみ。この人、ちょっと、すーちゃんこっち来て、今、すーちゃんの話してたの。この人は、こんにちはして、ちゃんと。こんにちは。ラクシミちゃん。勉強してるんだよね。ママビデオしてるだけじゃない？いいから、こっち来て。で、もう一人、こっちのスーリア。スーリア、こんにちはして。こんにちは。さようなら。さようなら。学校で寝てんでしょ、いつも。ね。最近ママ今日さ、嫌なのよからしょ。誰が今日からしょ？ママこういうやつ欲しい。すごいじゃん。ママなんかこの人パンツだけ見せないといけない。いいじゃん。ママこれたっぷり買ってる。いいですよ、わかりました。もう、とにかく、ラッちゃん、今日ラッちゃんと見ていいや。騒がしくなってきましたけれども、光ってます。この人たちはね、こんな小さいですけれども、持ってる魂すごいですからね。もう師匠ですよ。もうこの人見てください。もうカップ変わりますけど、太っちゃってね。食べるの大好きだから。ママに LINE からこっちに来る。お兄さんを聞いて。ちょっとビデオ撮ってるんですけど、何の話ですか？すいません。びっくりした。フランケンシュタインが来たかと思っちゃった。でも、エクササイズしてから先に痩せてきました。あなたもしてください。ということですので、もうね、委ねるって感じですね。もうね、委ねた方がいいですよ、この人たちは。目覚ましちゃったしね、こういう感じで、子供っていうのはすごいんですよ、本当に。宇宙そのものですから、
宇宙そのもののこの人たちを抑えるとかね。逆にこの人たちの真似した方がいいんですよね、私たちは。私はだから子供の真似ばっかりしてますからね。いかに子供になれるか。ね、子供のようにやってると怒られてきたじゃないですか。逆にそういう子供目覚めてきますか。そうそう。もうみんな大好き。もうビデオに映りたくてしょうがない。わざと。また食べてるよ。太るよ、もう。っていうことですので、皆さんもお子さんの、いろんなことあると思うんですけど、まあ自分よりも大きい魂で、すごい子たちですから、安心して、その子たちは必ずもうね、大人になる頃には、もう自分の個性っていうのをしっかり持って、力強く生きていきますから、大丈夫です。委ねていただくといいんじゃないでしょうかね。はい。ではまた。